イギリスのホスピスの看護師さんにこれどういうことですかって聞いたんですが、こんな例を言われたんですね。非常に衝撃的な例でありました。赤い毛布という例であります。皆さん、こんにちは。ドクターユースケこと医師の高宮ユースケです。人生のトリセツ、あなたの幸せケアをお送りします。私は、がんの患者さんの心と体の痛みを和らげる緩和ケアに30年間携わってきた医師です。あなた自身のケアできていますか？誰かのために働き、自分自身のケアは後回しになっていませんか？第5回のテーマは、あなた自身のケアです。誰かを支えるには、まずあなた自身のケアが必要です。あなた自身のケアの必要性をお伝えし、次に not doing, but being。何かをすることではなく、そばにいることは大切というキーワードを紹介します。さあ、これ何かわかりますでしょうか？使ったことあったらちょっと怖いんですけれども、飛行機の緊急時に出てくる酸素マスクであります。こういうふうにパンフレットに書いてあると思います。お母さん、まずあなた自身が呼吸できるのを確認してからお子さんにつけてください。お子さんを助けたいんだけれども、先にお子さんにつけている間に自分が意識がなくなったら子供を助けることはできない。医療者や誰かを介護する人もそうです。自分自身のケアができてないのに、誰かのケアをし続けることができない。短期間であれば、頼られていると頑張れなくはないけれども、長期間であれば自分自身のケアが大事だということであります。シャンパンタワー、皆さん、結婚式とか何か見たことあるかもしれませんけれども、一番上から、シャンパンを注ぐ。一番上が自分のグラスとして、次が家族のグラス、そして友人、職場のグラス、社会、地域のグラスと考えてみましょう。自分自身のグラスが満たされて初めて家族のグラスに入っていく。そしてそこが満たされて初めて友人、職場へ。そしてそれが満たされて社会、地域であります。自分自身のグラスが満たされてないのに、家族や友人のためにということで、それをし続けることができないというシャンパンタワーの法則であります。イギリスのホスピスに行った時に最初に言われた言葉、これは大事だ。Not doing, but being。何かをすることではなくて、そばにいることは大切です。この being はちょっと難しくてですね、イギリスのホスピスの看護師さんにこれどういうことですかって聞いたんですが、こんな例を言われたんですね。非常に衝撃的な例でありました。赤い毛布という例であります。若い男性が胃がんの末期でホスピスに入院していました。ある日彼が真っ赤な血を吐いた。真っ白な手術は真っ赤に染まって、それは胃がん化の出血で止めることはできない。看護師は真っ白な手術を持っていて、それをきれいに変えた。で、戻ってきたらまた真っ赤な血を吐いた。今度は血圧も下がってきて数時間後には亡くなるかもしれない。その時あなたは痛い痛いしないで真っ赤な毛布を持って行って、その血で汚れたその彼の上から抱きしめて、そばにいるから大丈夫ですよって向き合う。これがビーイングの例でありました。非常に勇気のいるビーイングでありますが、doing がノットになってますけど、もちろん日進月歩のいろんな薬や治療法やケアの方、これも大事なので、doing と being のバランスが大切ではないかなと思います。この写真は淀川キリスト教病院の柏木哲夫先生から、いただいた写真でありますが、まさにイギリスのホスピスの看護師さんがビーイング、全身全霊で向き合っています。この写真を撮った数日後にこの患者さん亡くなられたというふうに聞いております。苦痛とか苦悩はこのように大きな氷山に例えられます。氷山もとっても大きいんですが、実は海の中にさらに大きな部分がある。これが全人的な痛みで言いますと、精神的、社会的、スピリチュアルな痛みなのかもしれません。で、これは苦痛のペインと苦悩のサファリングに分けられると言われています。苦痛のペインは doing、先ほどの doing、治療したり緩和したりすることができる問題解決型でやっていこう。医療者であればマニュアルとかガイドラインがあってですね、ただその通りにやって患者さんがみんなうまくいくんであれば、医療者も患者さんも悩まないわけでありますが、実際の現場はそうではない。苦悩のサファリングがある。これはビーイングが必要。治療したり緩和したりすることできないのに、寄り添い続けることはできるだろうか。治療したり緩和したりすることができない、寄り添い続けるためには、医療者自身、また介護する人自身のケアが大事だということであります。これは2013年にカナダのモントリオールでホールパーソンケアという国際会議がありました。この時の一つのテーマに、医療者自身、またはケアする人自身のケア、
というテーマがあったんですが、この横の、ハッチンソン教授、マギル大学の教授なんですが、医学生たちに、こういう自分自身のケアの、教育をしたということをお話しされていました。それによって医師になってからの燃え尽きとかうつが減ったということでもありましたが、研修医、卒業した後、医学を卒業した後研修医になるんですが、そのうつ、抑うつ症状の割合、海外 28.8%、医療訴訟とかの関係もあるかもしれませんが、日本も2割近くと言われています。入院まで行かなくても病院に行くことできなくなった研修をカウントしてこのくらいだというふうに言われております。医療者、ケア、人自身のストレスマネジメントは非常に大事なものであります。十数年前によく知っていた学生が自ら命を絶ちました。何の兆候もなくて何かできなかったかなというのをずっと後悔しておりましたが、先ほどのような学生の教育があるというのを知りまして、2013年カナダのマギール大学での学び、そしてオーストラリアのモナシ大学でもそういう教育をしているということで、2014年に学びに行きました。2015年にはアメリカのウチェスター大学での、研修もしまして、その年、2015年から昭和大学でセルフケアの教育を始めておりまして、今回からのシリーズではその一部を皆さんにご紹介する形であります。これはオーストラリアモナシ大学、このハセット先生に、いろいろ教えていただきました。アメリカ・ロチェスター大学では、このエプスタイン先生、医学部にこのマインドフルプラクティスでも講座があってですね、医療者たちは定期的にリトリート、こういう研修を受けるということをやっておりました。さあ、ここでちょっと1分間旅行というのをやってみたいと思います。コロナも5類になってだいぶ旅行もしやすくなったかもしれませんが、行きたいところにすぐに行けるわけではない。でも今からバーチャル、ちょっと頭の中の空想の中で皆さんがエネルギーがもらえるところ、パワーの溜まるところ、落ち着くところ、ほっとするところ、温かい気持ちになれるところに旅をします。一人で誰かとどこに、そこでどのように過ごしますか、何を見ますか、何に触れますか。ちょっと目をつぶっていただいて、これから1分間です。それでは、いってらっしゃい。何が見えるでしょうか。何が聞こえるでしょうか。どんな香りがするでしょうか。あと30秒です。あと10秒です。おかえりなさい。それでは目を開けていただいて、本当はどこに行ってどんな風に感じたかお聞きしたいところなんですけれども、ありがとうございました。今回ご紹介した、これからご紹介していくものは、セルフケアできていますか、マインドフルネスを生かしてと南山堂から出た本に書いてありますので、よかったらご覧ください。1分間旅行から流れていた曲は Calm the Light。私が第20回日本緩和医療学会学術大会の大会長を務めた時に作成した大会のテーマソングです。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは Not doing, but being です。何かをすることではなくそばにいること、何もできなくてもそばに居続けることはパワーがあります。でも居続けるためにはあなた自身のケアが必要なのです。昭和大学のリカレントカレッジのお誘いです。私と私の息子の高宮慎之介のコラボ講義です。リカレントカレッジは基本はオンラインですが、初日と最終日は対面で実施します。都合が悪い日は後からオンデマンド視聴も可能です。私は生山本リンダの披露予定です。ぜひご参加ください。また、小中高校生一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。リットリンクの QR コードからご依頼ください。本日は見てくださり本当にありがとうございます。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、
いいねをいただけると私も励みになります。それでは、失礼します。